いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは当たりと合わせアジング編を解説していきます。アジングにおいて当たりを感じることが遅かったり、もしくは当たりがわからなかったり、また当たりが分かったけど合わせが遅くなってしまったり、アジの反応があるけど乗らない、釣れないことがあるかと思います。この原因を知らないままでいると釣果を伸ばすことが難しくなってしまいます。この動画で勉強することによってアジングにおける当たりと合わせが分かるようになって釣果を伸ばせるようになり、釣る力を身につけることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。吸い込むように捕食、感触があったら即合わせ、タイミングかルアーか場所。それではこの3つについて解説していきます。吸い込むように捕食について解説いたします。アジは捕食するとき、吸い込むように口の中に餌を取り込みます。そのためワームも吸い込むように口へ取り込みます。これは餌が小魚や甲殻類だけでなく、プランクトンなども捕食するためです。アジの口は伸びるような形状をしています。左右の部分は薄い膜のような構造になっているのが特徴です。餌を捕食する方向はワームのテール部、後ろからとイメージしてしまいますが、ワーム、餌の前後、左右、上下の360度全方向から捕食しています。いろいろなアジの捕食動画で勉強すると、餌をいろんな方向から捕食しています。またシンキングペンシルなどのプラグでアジングをしていると前側のフックにもかかります。餌の大きさについても口に入る大きさを捕食しているイメージですが、多毛類のゴカイなど 10cm およそ4インチほどの餌でも全方向から捕食しています。感触があったら即合わせについて解説いたします。アジの当たりパターンは3種類になります。吸い込む、吐き出す。吸い込む、加える、吐き出す。吸い込む、加える、反転して走る。当たりとして感じるのは、加えた時と反転した時になります。しかし、反転した時に合わせると、左右の薄い膜の部分にフックが刺さって、口が裂けてしまい、ばらしてしまいます。そこで大切なことは、加えた時に合わせることになってきます。アジング用のフックはフックポイント、針の尖った部分が上向きになっています。アジがルアーを加えた時に合わせることで、口の硬い部分の上顎にフックが刺さり、ばらしにくくなってきます。アジの当たりは次の4つのようなイメージです。ふわっとした当たり、コツコツとした当たり、ブルブルとした当たり、ぐーっとした当たり。ふわっとした当たりはワームをこれから吸い込もうとする状況のため、合わせるにはまだ早すぎます。コツコツとした当たりはワームをしっかりと吸い込んだ状況のため、この時に合わせるのがベストタイミングです。ブルブルとした当たりはワームを吸い込んで何らかでフックが口に刺さり、フックを外そうとしている状況のため少し遅すぎます。ぐーっとした当たりはワームを吸い込んですでに反転している状況のためとても遅すぎます。タイミングが早すぎるとルアーだけが抜けてしまったり、遅すぎるとアジが反転して走ってしまいます。このルアーを加えるタイミングの緊張感やルアーを加えさせるための戦略がアジングの面白さになります。タイミングかルアーか場所について解説いたします。当たりがあってもかからないときは、合わせのタイミングを早くしてみたり、遅くしてみたりします。それでもかからない場合は、ルアー、ジグタンを変えます。それでもかからない場合は、狙うポイントをずらしてみたり、大きく場所を変えてみましょう。ここではルアーを変えるについて解説いたします。ルアーを変える方法は次の4つになります。短いワームを使う。細長いワームを使う。ジグヘッドを軽くする。ジグヘッドを重くする。
短いワームを使う。アジが一口でワームを捕食していない状況の低活性で、ワームを吸い込む力が弱い時に効果的です。細長いワームを使う。4インチ程度の細長いワームになります。捕食対象が多毛類の5階になっている時に効果的です。ジグヘッドを軽くする。ワームが漂うようにゆっくりとした動きになるため、捕食対象がプランクトンの網になっている時に効果的です。ジグヘッドを重くする。重くなることにより早く沈むようになってキビキビとした動きが演出でき、捕食対象がベイト、小魚になっている時に効果的です。今回のまとめです。吸い込むように捕食。アジは捕食するとき吸い込むように口の中に餌を取り込みます。ワーム、餌の前後、左右、上下の360度全方向から捕食しています。多毛類のゴカイなど 10cm およそ4インチほどの餌でも全方向から捕食しています。感触があったら即合わせ。吸い込んだ後の行動パターンは3種類ありました。吸い込む、吐き出す。吸い込む、加える、吐き出す。吸い込む、加える、反転して走る。ルアーを加えた瞬間を感じることが大切です。タイミングかルアーか場所を変える。当たりがあってもかからないときは狙うポイントをずらしてみたり、大きく場所を変えてみましょう。ルアーについてはルアーを変える方法は次の4つがありました。短いワームを使う。細長いワームを使う。ジグヘッドを軽くする。ジグヘッドを重くする。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。